皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、衆議院選挙に向けて立憲民主党が公約を発表しました。その中に非常に問題点のある政策も含まれており、早くも野党の中でこの党には入れてはいけないよと明言できる党が出てきました。今回は立憲民主党ダメダメすぎる政策について解説します。立民企業献金、政策活動費を禁止、物価目標 0% 超、衆院選公約。立憲民主党は次期衆院選の公約を発表した自民党派閥の裏金事件を踏まえ、政治の信頼回復を最優先課題と位置づけ、企業団体献金の禁止や政策活動費の廃止など、政治資金規正法の再改正を打ち出した公約は、政権交代こそ最大の政治改革と題し、政治改革など7本柱で構成、国会議員の世襲を制限するため、親族間で政治資金の引き継ぎを禁じる措置などを提起した。過去の国政選挙で主張した消費税減税は盛り込まず、給付と減税を組み合わせる給付付き税額控除導入を明記。日銀の物価安定目標を現在の 2% から0% 超に変更するなど、金融政策の転換を強調した。分厚い中間層の復活に向け、最低賃金を1500円以上に引き上げるとした。労働基本法を制定して、期間の定めがない直接雇用を基本原則とする方針を盛り込んだ。防衛費増額のための増税を否定。日米地位協定を見直すため、アメリカに再交渉を求めると記した。原発の新増設や地元合意がないままの再稼働を認めないとしたものの、党綱領で定める原発ゼロには触れなかった。野田代表は記者会見で、政権交代を実現しないと政治を正すことはできない。この約束で選挙に臨みたいと述べた。立憲民主党の政策は7つの柱によって成り立っているというこの記事だったわけですが、問題点のある政策というのは、物価目標を 2% から 0% 超に切り替えるというところです。これが一体何を意味しているかといえば、現在はインフレをある程度目指している状態です。それはデフレ経済が続くことによって結局のところみんなが自利品になってしまうこの問題を解決するために脱デフレ経済といったことを目指してきた。それが経済政策の基本でした。しかし物価目標を 2% から 0% へと下方修正するということは当然のように今のような脱デフレ政策をやめてしまい、もうデフレでも構わないじゃないかという基本方針を示します。デフレというのは基本的には物の値段が上がらない状態のことを言います。それだけを聞けば、物の値段が高くならないんだったら物価高になるよりはずっといいじゃないかと思うかもしれません。そしてそのように思う人を狙っての政権公約なのでしょう。しかしこれには非常に大きな問題点があります。このデフレ経済というのは結局のところ物の値段が上がらない。どちらかというと物の値段が下がっていく状態なわけですから、安売り、値引き合戦といったものが日常的な光景となります。物を買わない、ずっと我慢していればもっと値段が安くなるんだったら、今買わなくてもいいじゃないか。そして値段が安くなったら買えばいいじゃないかと言いつつも、みんながみんな物を買わない状態でもっと安くなればいいのに、あそこの方が安いんだからもっと安いところから買おう。値段を高くする企業のものなんか絶対買わないみたいな形でみんながみんな安いものを買い、企業の売り上げというものが全体的に縮小傾向になってしまいます。そのような中にあっては当然のように業績が伸びないのですから会社は社員に対する給料を増額する力を持ちません。社員の給料が上がらないのであれば、やる気もなければ当然のように企業の成長といったものもなかなか望めません。そのような形でみんながみんな消費しない社会というのは、結局のところ誰にとっても新しい仕事が生まれないし、企業で働いていても給料が増えないといったような状態で、経済全体がじわじわと縮小していってしまうのです。ですから、経済の基本政策としては、緩やかなインフレ状態といったものを維持することが非常に重要で、大きな目標として経済成長を目指しましょう。そのための政策としていろいろやりましょうといった政策が基本として採用されなければなりません。今回の立憲民主党の掲げたこの物価目標を 2% から 0% 超へと変えるといった話は、そうした意味で日本経済の成長を阻むような基本政策といえ、他の政策について語る前にこの基本政策がなっていないところは全く投票に値しない政党だと私は思います。そしてこうしたデフレ経済に戻ってしまうような政策を掲げつつ、立憲民主党は
最低賃金1500円を目指して上げていくよということも言っています。これによってもまた問題は発生します。先ほども言ったように物価目標が低い状態で物の値段があまり変わらないような状況の中で人件費だけは確実に上がっていきますよという状態になれば何が起こるか。それは若者の雇用が失われてしまいます。このような実例はお隣韓国ですでに発生しています。例えば前大統領であるムン・ジェイン時代に彼は最低賃金の大幅な値上げ、それも特に急激な最低賃金の値上げを行いました。それによって何が起きたかといえば、中小企業は今いる従業員の人たちの雇用を守るのが精一杯で、新しい人を雇う余裕がないとして若者の雇用をギュッと絞ってしまったのです。そのために韓国においては財閥に何としてでも入らなければならない。中小企業では雇ってくれるかどうかわからないし、雇ってくれても真っ先に首を切られてしまうといった雇用不安を生み出しました。日本は現在少子高齢化の流れの中で人手不足、そして新卒採用は非常に好調です。しかしそれはあくまでも緩やかであろうとも経済の回復している段階だからこそ人を雇っているのであり、この流れはまた逆行して経済が萎縮するようになれば企業は新人を雇うのではなく仕事ができるんだけれども一旦退職したような高齢者の人を安い賃金で再雇用するような形で仕事を続けてしまうでしょう。そしてそのような形でも経営が行き詰まるような企業も出てくるはずです。特に経営体力のない中小企業にとっては物やサービスの値段がデフレ傾向の中にあっては小さなところから次々と倒産してしまう危険性もあります。ちなみにこの記事の中でもあったように 0% ではなく 0% 超といった具合にして書いてあることから、あくまでも立憲民主党の目指すのは 0% 以上ですよという形で言い訳をしている人がいます。前代表の泉氏はそのような擁護をしていましたが、私は全く不適切な政策だと思います。 0% を超える中には 2% も 3% も含まれるんですよというのはまさに周りから批判を浴びたからこその言い訳の部分で、 2% 台であれば 2% 台と言えばいいし 3% 台であれば 3% 台だと言えばいいのです。わざわざ 2% 台のものを0% 超という表記をしたということは明らかに下方修正したことを表明するものです。また衆議院選挙に向けての候補者の公認といったものも発表されています。そうした候補者の中には陰謀論にすっかりと染まりきった議員に対する公認なども見られますし、反ワクチン活動をせっせとやっている人も含まれます。また中国が科学的根拠のなしに言い続けている福島原発の処理水放出についても汚染水と呼んでいるような人と公認もされるといったことで、立憲民主党の問題議員たちも再び選挙へと出ようとしています。このような基本政策や基本方針をとっている立憲民主党は健全な野党とは言い難く選択肢に入れてはいけないと私は思います。と私の意見を聞いて、いやいや他の政策も見てよ、他のものはまだまだ見るものがあるんじゃないかと言われる人もおられるでしょう。確かに全部が全部別に間違っているわけではありません。私は前岸田政権について言っても政策についてはそれぞれ個別の評価をしていました。その上で全体として不支持だったわけですが、今回の立憲民主党についての話について言っても全体としては全く支持できないし推薦もできない。しかし評価できる政策も当然のようにあります。例えば政治資金の規正法の改革について言っても企業団体献金の禁止といった話は私も主張していましたし、その点については立憲民主党と同一意見です。立憲民主党は自分が野党だからどうせ自民党ならできまいみたいな形で言っているかもしれませんが、企業団体献金は廃止すべきだと思っていますし、私もその意見には賛成です。政策活動費の廃止やもしくは収支報告書の関連にしての領収書の早期での全公開などやるべき政治資金の流れを透明化するための改正は必要です。また国会議員の世襲に関しても現在では父親の政治団体の集めてきたお金をその親族がちょっと名義を変えるだけでそのまま引き継げる、いわゆる相続税ゼロでの資金相続といった問題があり、これを禁止するというのは私は必要なことだと思っています。職業として父親なり親類なりが政治家で
その下の代でも再び政治家になること、それ自体は職業選択の自由を妨げることとなり、そのこと自体を禁止するのはちょっと難しいでしょう。しかし、資金面において丸ごと受け渡しができるといった今の制度は完全に脱税とも言えるような状態が法律の穴として存在しており、ここに規制はかけるべきです。また、父親と同一選挙区から出馬してはならないといった形で、政治家を目指すのは構わないんだけれど、同じ場所から出るのはやめなさいみたいな規制は私はかけるべきだと思っています。このように部分的には確かに賛同できる政策もあるのですが、国の基本としてはやはり経済をまずは成長させる。そのような状態の中で様々な政策に手をつけるというのを私は基本行動とすべきだと考えています。なぜならば、わざわざ不況に突き進むような経済政策を選ぶ理由など存在しません。経済成長していれば発生しない問題も、経済が不況であれば失業対策や治安の悪化など様々なところに社会の歪みが発生し、そのための対策費などもかさんでくるものです。人々にとってより不幸を生産するような政策は取るべきではないのです。経済というのは一時期脱成長路線を目指すべきだという人たちがいましたが、そのようなことをするのはあくまでも個人の選択としては自由なのですが、国家の方針としては取るべきものではないのです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新、もしくは情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットで応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。